電動昇降トリマーテーブルを作ってみた。ナンバーワン、2。ナンバーワン、計画編。全体回路図です。バイポーラステッピングモーターを制御します。動作電圧 12V、 定格電流 0.4A 走、ステップ角 1.8 度、最大トルク 26Nm です。メイン基板です。高知製ボックス 50×75×30 に収容します。手元スイッチです。高知製ボックス 65×100×35 に収容します。機器配置図です。裏表のプリント配線を重ねてみます。裏側のパターン図です。表側です。両方重なったところにマチを作っています。このパターン図でエッチングを行います。手元スイッチフェース面の配置図です。後日不具合を発見し、回路を追加しました。詳しくは制作編をご覧ください。この回路で製作を進めます。トリマーテーブルの組み立て図です。基上設置で使用する卓上型です。高さは 276.5mm、 天板 600×450 です。この部分に動力源を収容します。左側にはリニアガイドを配置してトリマーカゴをスライドさせます。左側断面図です。天板中心にリードスクリューを配置しています。平面図です。右側にはブロックベアリングで軸受けしてスライダーベアリングを配置しています。製作編に説明を記載。天板カバーの加工図です。38ファイと8ファイの2種類作ります。天板の加工図です。最上段は 3mm のアルミ複合板です。その下に 2.5mm プラス 4mm の PLW を敷き込みます。最下段には 12mm の PLW を配置して各々図のように穴開け加工します。フェンス図です。囚人ボックスを備え 9.5mm T スロットトラックで指示します。
前後面に透明塩ビ板を採用し、前はマグネットキャッチの開閉式です。どうしてもミクロダストが降ってくるので、中箱底には塵受けを設置します。トリマーカゴです。市販のアルミ材で作ります。オプションは気にしないでください。軸受けガイド図です。軸受け部分の小サイズです。ワークのトラベリング部分を支持する Z 金具です。この部分です。トリマーカゴのヤシ図です。形状が分かりにくいので描いてみました。最後に説明とコンセプト的なことをまとめてみました。この図面内容で制作にかかります。ご視聴いただきありがとうございました。引き続きナンバー2をご覧ください。ナンバー2制作編基板制作エッチング。トリマーカゴ制御基板を製作します。プリント基板製作用具です。プリント用のシートです。レーザープリンターでコピーしました。両面銅箔の基板です。エッチングして基板を作りケースに収めます。エッチング液塩化第二鉄溶液です。最初にこれでこすってカーボンが乗りやすいように目荒らしします。このシートを切り取って基板に貼り付けます。最終的にこの大きさになってケースに収まります。後の用具の使われ方は動画をご覧ください。カーボン熱転写。ラミネーターです。最大温度で使います。サーモ改造はしていません。今回は両面にエッチングしますのでシートで挟んであります。ひたすら中に通します。20回くらい。集略。
手が震えているのではなく、熱くてまともに持てないのです。基板のエッチング。これからエッチングを行います。予備を入れて4枚2枚作成します。エッチング液は湯煎で45度くらいに温めてあります。厚手のビニール袋を使います。溶液は塩化第二鉄液です。割り箸を準備しています。素手で扱うと痛くはありませんが、液で一皮むけます。ここから10分ほどひたすら溶液を動かします。集略。ようやく溶けてくれたようです。水で洗浄していますが、洗面器には直接流しません。中和剤を使います。左に少しだけ見えている青い容器は処理水の一時保管用です。終わりました。あともう少しです。エッチング液を戻します。まだまだ再利用できます。溶液は 200ml です。使い方を工夫すればこのくらいで十分です。アセトンを使ってカーボンを拭き取ります。ラッカーでも OK です。この方法はカーボンがどうしても残ってしまいます。集略。できました。続いて表面の機器表示を印刷します。基板の表面印刷。印字の文字は反転させています。ハンコの要領です。
略。できたようです。ラミネーターがない方はアイロンを使ってもできます。熱を加えていますので銅箔が酸化しないようフラックスを塗ります。LED 基板の製作。LED 基板です。同じ要領で製作します。できた中から良いものを選んで使います。これから基板組み立てにかかります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画はナンバー3制作編基板組み立てに続きます。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。